ウマル、ビン、アル、ハッタブは次のように伝えています。私はアッターの使徒がこういうのを聞いた。行為の報酬は意図によって決まり、すべての人は意図した通りに報酬を得る。だから、現世の利益のため、あるいは結婚相手として女性を求めて移住した者は、移住した目的のために移住したのだ。アーイシャ、忠実な信者の母は、次のように伝えています。アル、ハリス、ビン、ヒシャムはアッターの使徒、彼に神の平安と祝福あれに尋ねました。アッターの使徒、彼に神の平安と祝福あれよ。神の啓示はどのようにしてあなたに啓示されるのですか。アッターの使徒、彼に神の平安と祝福あれは答えました。時にはそれは鐘が鳴るような形で、掲示されます。この形の掲示は最も難しいもので、私が掲示されたものを把握した後、この状態は過ぎ去ります。時には天使が人間の姿で現れ、私に話しかけ、私は彼が言うことを何でも理解します。アーイシャは付け加えました。確かに私は預言者、彼に神の平安と祝福あれが非常に寒い日に神の啓示を受けているのを見ました。そして、啓示が終わった時、彼の額から汗が流れ落ちるのに気づきました。ジャビル、ビン、アブドゥッラー、アル、アンサリは、啓示の休止期間について語りながら、預言者の言葉を次のように伝えた。私が歩いていると、突然天から声が聞こえた。見上げると、ヒラーの洞窟で私を訪ねてきたのと同じ天使が、天と地の間の椅子に座っているのが見えた。私はその天使を恐れて家に帰り、私を毛布で包んでくださいと言った。するとアッターは、次のような聖句、コーランを掲示した。ああ、あなた、すなわちムハンマドよ。衣服で包まれよ。立ち上がって、アッターの懲罰に対して、人々に警告しなさい。偶像を捨てよまで、74.1 対5。その後、啓示は強く、頻繁に、そして定期的に来るようになった。イブン、アッパスは次のように伝えています。アッターの使徒、神の祝福と平安あれは、すべての人々の中で最も寛大な方でした。そして、ガブリエルが彼に会ったラマダンの月には、寛大さの頂点に達していました。ガブリエルは、ラマダンの毎晩彼に会い、コーランを教えました。アッターの使徒、神の祝福と平安あれは、最も寛大な方であり、制御できない強い風よりも寛大でした。事前行為を行う準備と急ぎにおいて、アブー、フライラは次のように伝えています。預言者、神の祝福と平安あれはこう言いました。信仰は、60以上の分野から成り立っています。そしてハヤは信仰の一部です。この、ハヤという言葉は、一緒に考えるべき多数の概念を網羅しています。その中には、自尊心、謙虚さ、内気さ、良心の呵責などがあります。アブドゥッラー、ビン、アムルは次のように伝えています。預言者、彼に平安と祝福あれはこう言いました。イスラム教徒とは、自分の舌と手でイスラム教徒を傷つけることを避ける人です。そして、ムハジルとは、アッターが禁じたものをすべて放棄する人です。アブー、ムーサの伝承。ある人々がアッターの使徒に尋ねた。誰のイスラム教が一番良いのか。誰が本当に良いイスラム教徒なのか。彼は答えた。自分の舌と手で、イスラム教徒を傷つけない人だ。アブドゥッラー、ビン、アムルは次のように伝えている。ある男が預言者に尋ねた。イスラム教のどのような行いが良いことでしょうか。預言者は答えた。あなたが知っている人にも知らない人にも食事を与え、挨拶すること。アナスが伝えた。預言者、彼に平安と祝福あれはこう言った。自分の望むことを兄弟に願うまでは、誰も信仰を持たないだろう。アブー、フライラは次のように伝えた。アッターの使徒はこう言った。私の命を握っている神にかけて、父や子らよりも私を愛するまで、あなた方の誰も信仰を持たないだろう。そしてアナスは、次のように伝えた。預言者はこう言った。父や子ら、そして全人類よりも私を愛するまで、あなた方の誰も信仰を持たないだろう。アナスが伝えた。預言者、彼に平安と祝福あれはこう言った。次の3つの資質を持つ者は、信仰の甘美さを持つだろう。1、アッターとその使徒を何よりも大切にする者。2、人を愛する者。そしてアッターのためだけに人を愛する者。3、火に投げ込まれるのを嫌うのと同じように、無神論に戻るのを嫌う者。アナスが伝えた。預言者、彼に平安と祝福あれはこう言った。アンサールへの愛は信仰の印であり、アンサールへの憎しみは偽善の印である。ウバダ、ビン、アス、サミットは次のように伝えている。バドルの戦いに参加し、ナキブ、6人組のリーダーであった彼は、ある、赤場の夜に制約した。アッターの使徒は、仲間たちが周囲に集まっている時にこう言った。私に忠誠を誓いなさい。1、アッターと共に崇拝に加わらないこと。2、盗まないこと。3、不法な成功をしないこと。4、子供を殺さないこと。5、無実の人を非難しないこと。人々にそのような非難を広めること。6、善行をするように、命じられた時に従わないこと。預言者、彼に平安と祝福あれはこう付け加えた。あなたたちのうち、
制約を履行する者はアッターから報いを受けるであろう。そして、それらのいずれか、アッターに同意者を排すること以外に端的し、この世で罰を受ける者は、その罰がその罪の償いとなるであろう。そして、もし誰かがそれらのいずれかに端的し、アッターがその罪を隠蔽するならば、来世で彼を許すか罰するかはアッター次第である。ウバダ、リン、アス、サミットはこう付け加えた。それで私たちはこれらに忠誠を誓ったのだ。アッターの使徒を指さして。アブ、サイード、アル、フドリは次のように伝えている。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれはこう言った。イスラム教徒にとって最高の財産は、宗教とともに苦難から逃れるために山の頂上や雨の降る場所、谷で飼う羊となる時がもうすぐ来るだろう。アーイシャ神が彼女にご満足されますようには、次のように伝えています。アッターの使徒がムスリムに何かを命じるときはいつでも、彼らの力と忍耐力に応じて、彼らが容易に行える行為を命じていました。彼らは言いました。アッターの使徒よ、神が彼にご祝福とご平安をお与えになりますように。私たちは、あなた方のようなものではありません。アッターはあなた方の過去と未来の罪を許しておられます。そこでアッターの使徒は怒り、その表情にそれが現れました。彼は言いました。私はアッターを最も恐れ、あなた方全員よりもアッターをよく知っています。アブ、サイード、アル、フドリは次のように伝えている。預言者、神の祝福と平安あれはこう言った。天国の人々が天国に入り、地獄の人々が地獄に行くとき、アッターはマスタードの種一粒の重さに等しい信仰を持つ者たちを地獄から連れ出すよう命じる。彼らは連れ出されるが、黒く焦げる。そして彼らは早川か早戸川、つまり命の川に放り込まれる。ナレーターはどちらが正しい言葉か疑問に思っているが、彼らは洪水の川岸に生える穀物のように蘇る。それが黄色くねじれて出てくるのがわからないのか。アブ、サイード、アル、フドリは次のように伝えた。アッターの使徒、神は彼に祝福と平安を与えたまう。箱を言った。私が眠っている間に、私は夢の中で、胸までしか届かないシャツを着ている人々と、それよりもさらに短いシャツを着ている人々を見た。ウマル、ビン、アル、ハッタブは、引きずっているシャツを着ている姿が示された。人々は尋ねた。あなたはそれをどう解釈したのですか？アッターの使徒、神は彼に祝福と平安を与えたまう。その解釈とは何ですか？預言者、神は彼に祝福と平安を与えたまう。彼は答えた。それは宗教です。アブドゥッダービン、ウマルは次のように伝えています。かつてアッターの使徒が、アンサリ出身の男のそばを通りかかった時、その男は、早の卑劣な内気さについて兄弟を諭していました。その時アッターの使徒がこう言いました。早は信仰の一部なので、彼を放っておきなさい。アブー、フライラの伝承。アッターの使徒に平安と祝福あれと尋ねられた彼は、最も良い行いとは何ですかと答えた。彼は、アッターとその使徒、ムハンマドを信じることと答えた。質問者はさらに、その次、善行とは何ですかと尋ねた。彼は、アッターの大義のためにジハード、宗教的戦いに参加することと答えた。質問者はさらに、その次、善行とは何ですかと尋ねた。彼は、ハッジ・メッカへの巡礼、ムブルールを行うこと、アッターに認められており、アッターの喜びのみを求め、見せびらかすためではなく、罪を犯すことなく、預言者の伝統に従って行われる、と答えた。サードは次のように伝えた。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれ。私がそこに座っている間、アッターの使徒、彼に平安と祝福あれ。は、私が一番良いと思っていた男を去っていった。私は尋ねた。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれ。なぜその人を去ったのですか？アッターに誓って、私は彼を忠実な信者とみなします。預言者、彼に平安と祝福あれ。箱を言った。あるいはただのイスラム教徒です。私はしばらく黙っていたが、彼について知っていることのせいで、質問を繰り返さずに入られなかった。そしてアッターの使徒、彼に平安と祝福あれ。なぜあなたはあの人を残していったのですか？アッターに誓って、彼は忠実な信者です。預言者、彼に平安と祝福あれ。は再び言った。あるいはただのイスラム教徒です。私は彼について知っていることのせいで、質問を繰り返さずにはいられなかった。すると預言者、彼に平安と祝福あれ。箱を言った。サードよ、私はある人に与えますが、他の人の方が私にとってはもっと大切です。アッターの火の中にその人が投げ込まれるのを恐れているからです。イブン、アッパスは次のように伝えています。預言者、彼に平安と祝福あれはこう言いました。私は地獄を見せられましたが、そこに住む人々の大半は恩知らずの女性たちでした。彼女たちはアッターを信じていないのですかと尋ねられた彼はこう答えました。彼女たちは夫に対して恩知らずで、夫に施された恩恵や慈善行為に対しても恩知らずです。あなたが彼女たちの一人に対して常に善意で接してきたのに、彼女があなたの中に気に入らない点を見つけたら、
彼女はこう言うでしょう。あなたから良いことを何も受けたことがないわ。ある、マルールは次のように伝えている。ある、ラバダで私はアブー、ダルに会った。彼はマントを着ていたが、彼の奴隷も同じようなマントを着ていた。私はその理由を尋ねた。彼は、私はある人の母親を悪く読んで虐待したと答えた。預言者は私に言った。ああ、アブー、ダルよ。あなたは彼の母親を悪く読んで虐待したのか。あなたはまだ無知な点がある。あなたの奴隷はあなたの兄弟であり、アッターは彼らをあなたの指揮下に置いた。だから、兄弟を指揮下に置いた者は誰でも、彼が食べるものを食べさせ、彼が着るものを彼に着せるべきだ。奴隷に能力、力を超えたことを要求してはならない。もしそうするなら、彼らを助けなさい。アルアフナフ、ビン、カイスが伝えた。私がこの男アリー、イブン、アビ、ターリブを助けようとしていたとき、アブ、バクラが私に会い、どこへ行くのですかと尋ねた。私は、その人を助けに行くと答えた。彼は、戻ってください。アッターの使徒がこういうのを聞いたのです。二人のイスラム教徒が剣で戦うと、殺人者も殺された者も地獄に落ちると言った。私は、アッターの使徒が彼に平安と祝福あれ。殺人者には構わないが、殺された者はどうなのか、と言った。アッターの使徒が彼に平安と祝福あれと答えた。彼は確かに仲間を殺すつもりだったのです。アブドゥッターは、次のように伝えた。次の説が掲示されたとき、信仰し、その信仰を不正、アッター以外のものを崇拝することと混同しない者たちであるスーラ、アル、アンアム、83アッターの使徒、彼に平安と祝福あれの仲間たちは陣ネタ。我々のうち不正をしなかった者は誰か、アッターは掲示した。疑いなく、アッターを崇拝するために他者と合流することは、実に大きな不正である。スーラ、ルクマーン、13、アブ、フライラの伝承、預言者、彼に平安と祝福あれはこう言いました。偽善者の兆候は3つあります。1、話すときはいつも嘘をつく。2、約束するときはいつも約束を破る。3、彼を信頼すると、不誠実であることがわかる。彼に何かを預けると、彼はそれを返さない。アブドゥッター、ビン、アムルは次のように伝えています。預言者、彼に平安と祝福あれはこう言いました。次の4つの特徴を持つ者は、純粋な偽善者であり、次の4つの特徴の1つを持つ者は、それを放棄しない限り、偽善の特徴の1つを持つことになります。1、任されると、裏切る。2、話すと、嘘をつく。3、契約を結ぶと、裏切る。4、口論すると、非常に無分別で、邪悪で、侮辱的な態度をとる。アブ、フライラの伝承、アッターの使徒、平安と祝福あれはこう言った。真摯な信仰とアッターの報奨を得ること、見せびらかすためではなくを願ってカドルの夜に礼拝を行う者は、過去の罪はすべて許されるだろう。アブー、フライラの伝承、預言者、彼に平安と祝福あれはこう言った。アッターの目的のために、聖戦に参加し、アッターとその人たちへの信仰以外に何も強制するものがない人は、アッターから報酬または戦利品、生き残った場合で報いられるか、天国に受け入れられる、殉教者としておののいで死んだ場合、もし私の信奉者たちにとってそれが困難だと思わなかったなら、私はジハードのために出かけるサリアの後ろには残らなかっただろうし、アッターの目的のために殉教し、その後生き返り、殉教し、その後生き返り、そして再びアッターの目的のために殉教したかっただろう。アブ、フライラは次のように伝えた。アッターの使徒、神の祝福と平安あれはこう言った。ラマダンの夜に誠実な信仰とアッターの報奨を得ることへの希望、見せびらかすためではなく、から忠実に祈りを捧げる者は、過去の罪はすべて許されるだろう。アブ、フライラは次のように伝えた。アッターの使徒、神の祝福と平安あれはこう言った。ラマダン月の間に、誠実な信仰とアッターの報奨を得る希望を持って断食を行う者は、過去の罪はすべて許される。アブ、フライラの伝承、預言者、神の祝福と平安あれはこう言いました。宗教は非常に簡単なものであり、宗教に過度に重きを置く者は、そのように続けることはできない。だから、過激主義者になるのではなく、完璧に近づくよう努め、報いを受けるという良い知らせを受け取り、朝、午後、そして夜の最後の時間に礼拝することで力を得るべきだ。全能なるアッターの宣言、アッターは決してあなた方の信仰、祈りを無駄にさせないであろう。スーラ、アル、バカラ143つまり、あなたが過去にベイトゥル、マクディス、エルサレムに向かって捧げた祈りのこと。アル、バラ、ビン、アジブは次のように伝えている。預言者、彼に平安と祝福あれがメディナに来たとき、彼はまずアンサールの祖父や母方の叔父たちと一緒に滞在した。彼は16、17ヶ月間、ベートゥル、マクディス、エルサレムに向かって祈りを捧げたが、カーバ、メッカに向かって祈りを捧げたいと願った。
彼がカーバに向かって捧げた最初の祈りは、何人かの人々と一緒に捧げたアスルの祈りだった。その時、彼と一緒にその祈りを捧げた人々の一人が出てきて、モスクで祈りを捧げている何人かの人々、エルサレムに向かってのそばを通り過ぎた。彼は彼らに話しかけていった。アッターにかけて、私はアッターの使徒、彼に平安と祝福あれと一緒に祈ったことを証言します。と。それを聞いた人々は、すぐにカーバ神殿の方へ方向を変えた。ユダヤ人や経典の民は、預言者、アッターに平安と祝福あれがエルサレムを向いて祈りを捧げるのを見て喜んだが、祈りの最中にカーバ神殿の方へ方向を変えたとき、彼らはそれを不快に思った。バラはこう付け加えた。私たちが祈りの途中でカーバ神殿の方へ方向を変える前に、何人かのムスリムが死んだり殺されたりしていたが、私たちは彼らについて、彼らの祈りに関して何を言えばいいのかわからなかった。その時アッターは掲示した。アッターはあなたたちの信仰、祈りを決して無駄にはしないであろう。つまり、それらのムスリムの祈りは有効であった。サイード、フドリは次のように伝えている。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれはこう言った。もし人が心からイスラームを受け入れれば、アッターはその人の過去の罪をすべて許し、その後生産を始める。その人の善行に対する報奨は、善行ごとに10倍から700倍になる。そして、アッターがそれを許さない限り、一つの悪行はそのまま記録される。アーイシャは、次のように語りました。かつて、ある女性が私と一緒に座っている時に、預言者、彼に平安と祝福あれがやってきました。彼は、彼女は誰ですかと言いました。私は、彼女は誰それですと答え、彼女の、過度の祈りについて話しました。彼は非難して、あなたの能力の範囲内で、過度の負担をかけずに、善行を行いなさい。アッターは、報酬を与えることに飽きることはありません。しかし、きっとあなたは飽きるでしょう。そして、アッターのお前で最善の行為、礼拝行為は、定期的に行われることです。と言いました。アナスが伝えた。預言者、神の祝福と平安あれはこう言った。アッター以外に崇拝される権利はない。心の中に大麦粒の重さに等しい善、信仰を持っている者は、地獄から連れ出されるだろう。また、アッター以外に崇拝される権利はない。心の中に小麦粒の重さに等しい善、信仰を持っている者は、地獄から連れ出されるだろう。また、アッター以外に崇拝される権利はない。心の中に原子の重さに等しい善、信仰を持っている者は、地獄から連れ出されるだろう。ハッタブが伝えた。かつてユダヤ人が私にこう言った。信者の長よ、あなたの聖典にはあなた方、イスラム教徒、全員が読む一節があります。もしそれが私たちに掲示されていたら、私たちはその日、掲示があった日を祝祭日としていたでしょう。ハッタブは尋ねた。その一節はどれですか？ユダヤ人は答えた。この日、私はあなた方のためにあなたの宗教を完成させ、あなた方に対する私の恩恵を完遂し、あなたのためにイスラム教をあなたの宗教として選んだのです。スーラ、マイーダ、第3節、は答えた。間違いなく、この一節が預言者に掲示された時と場所は知っています。それは金曜日で、預言者、神の祝福と平安あれはアラファとハッジの日に立っていました。タルハ、ウバイドゥッターは次のように伝えた。ナジュド出身のボサボサの神の男がアッターの使徒、彼に神の祝福と平安あれのもとにやってきた。私たちは彼の大きな声は聞こえたが、何を言っているのか理解できなかった。彼が近づいてきて、イスラム教について尋ねていることが分かった。アッターの使徒、彼に神の祝福と平安あれはこう言った。昼と夜、24時間に5回、完璧に祈りを捧げなければならない。男は尋ねた。他に、祈りを捧げることはあるか？アッターの使徒、彼に神の祝福と平安あれはこう答えた。いいえ、しかしナワフィルの祈りを捧げたいなら、捧げることができます。アッターの使徒、彼に神の祝福と平安あれはさらにこう言った。ラマダン月には、時期を守らなければならない。男は尋ねた。他に断食はあるか？アッターの使徒、彼に神の祝福と平安あれはこう答えた。いいえ、しかしナワフィールの断食を守りたいなら、守れます。それからアッターの使徒、彼に神の祝福と平安あれはさらにこう言った。あなたはザカート、義務的な記者を払わなければなりません。男は尋ねた。ザカート以外に私が払わなければならないものはありますか？アッターの使徒、彼に神の祝福と平安あれはこう答えた。いいえ、あなたが自分で施しをしたいのでなければ、そして男はこう言って退いた。アッターにかけて、私はこれ以下も以上も行いません。
アッターの使徒、彼に神の祝福と平安あれはこう言った。彼の言ったことが真実なら、彼は成功するでしょう。つまり、彼は天国を与えられるでしょう。アブー、フライラの伝承。アッターの使徒、平安と祝福あれはこう言った。信者が、誠実な信仰とアッターの報奨を得る希望からイスラム教徒の葬列に同行し、葬儀の祈りが捧げられ埋葬の儀式が終わるまで同行すると、2キラットの報奨を持って帰ってくる。1キラットは、不動産の大きさと同じである。葬儀の祈りだけを捧げ、埋葬前に帰ってくると、1キラットの報奨しか得られない。サヒーフ、ある、ブハーリー47。またイブラヒム、タイミはこう言った。私の言葉と行いを比べると、そして私の行いは言葉に比べて不十分だと気づきます。私は恐れます。私の行いは私が話していることを否定するのです。またイブン、アビ、ムライカハこう言った。私は預言者、彼に平安と祝福あれの30人の仲間に会いましたが、彼らはみんな偽善者になることを恐れていました。そして誰も、天使ジブリール、ガブリエルやミカエルほど信仰心が強いとは言いませんでした。またハサンバスリはこう言った。偽善を恐れるのは忠実な信者だけであり、自分を安全だと考えるのは偽善者だけです。偽善を恐れないのは、そして、アッター陛下に直ちに悔い改めることなく、偽善とアッターへの不服従、罪を犯すことによるを続けることを恐れるべきであり、アッターのお言葉に次のように記されている。そして、彼らは自分が言った悪事のことを知りながら、それを続けない。スーラ、イムラン、135節。アブドゥッターは次のように伝えた。預言者、彼に平安と祝福あれはこう言った。イスラム教徒を虐待することは不数区の悪行であり、彼を殺すことはクフルの不信仰である。サヒーフ、ブハーリー48。ウバダ、ビン、アス、サミットは次のように伝えている。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれは、人々にあるカドルの夜の日付を知らせるために出かけたが、二人のイスラム教徒の男性の間で口論が起こった。預言者、彼に平安と祝福あれは言った。私はカドルの夜の日付をあなた方に知らせるために出かけたが、誰それと口論したため、その知識は奪われ、忘れてしまった。おそらくあなた方にとってそれが良かった。さあ、ラマダン月の最後の10夜のうち7日、9日、5日にそれを探せ。サヒーフ、ブハーリー49。アブ、フライラの伝承。ある日、預言者、彼に平安と祝福あれが何人かの人々と一緒に座っていると、天使ガブリエルがやってきて尋ねました。信仰とは何ですか？アッターの使徒、彼に平安と祝福あれは答えた。信仰とは、アッターと、その天使たち、アッターとの出会い、アッターの人たちを信じ、復活を信じることである。それから彼はさらに尋ねた。イスラームとは何ですか？アッターの使徒、彼に平安と祝福あれは答えた。アッターのみを崇拝し、義務的な記者、ザカートを完遂し、ラマダン月の間に断食を守ることです。それから彼はさらに尋ねた。イーフさん、完遂とは何ですか？アッターの使徒、彼に平安と祝福あれは答えた。アッターをあたかも見ているかのように崇拝すること。もしこの献身の状態に到達できないなら、アッターがあなたを見ていると考えなければならない。それから彼はさらに尋ねた。その時はいつ定められるのですか？アッターの使徒、彼に平安と祝福あれは答えた。答える者は、質問する者より知識があるわけではない。しかし私は、の前兆についてあなたに知らせよう。1、奴隷、女性が主人を出産したとき。2、黒ラクダの羊飼いたちが自慢し、高い建物を建てることに競い合うとき。そして、最後の時はアッター以外には誰も知らない5つのことのうちの1つです。預言者、彼に平安と祝福あれはその後、次のように唱えました。本当に、最後の時を知るのはアッターのみである。スーラ、ルクマーン、第34節。その後、ガブリエルという男は去り、預言者、彼に平安と祝福あれは仲間に呼び戻すよう頼みましたが、彼らは彼を見ることができませんでした。その後、預言者、彼に平安と祝福あれは言いました。それは人々に彼らの宗教を教えるために来たガブリエルでした。アブドゥラーは言いました。預言者はこれらすべてを信仰の一部とみなしました。サヒーフ、ブハーリー50。アブドゥッター、ビン、アッパスの伝承。スフヤーンからヘラクレイオスが彼にこう言ったと聞きました。私は、彼ら、ムハンマドの信奉者は増えているのか減っているのかとあなたに尋ねました。あなたは、増えていると答えました。実際、これがあらゆる点で完全になるまでの真の信仰の道です。さらに私は、自分の
預言者の宗教、イスラム教を受け入れた後に、不満を抱きそれを捨てた人がいるかどうかとあなたに尋ねました。あなたは否定的に答えました。実際、これが真の信仰の印です。その喜びが心に入り込み、完全に混ざり合うとき、誰もそれに不満を抱くことはできません。ヌマーン、ビン、バシールが伝えた。私はアッターの使徒がこういうのを聞いた。合法なものも違法なものも明白だが、その間には疑わしいものがあり、ほとんどの人はそれについて知らない。だから、こうした疑わしいものから身を守る者は、自分の宗教と名誉を守る。そして、こうした疑わしいものにふける者は、他人の暇、私有牧場の近くで、自分の家畜を放牧している羊飼いのようなもので、いつでもそこに入る可能性がある。人々よ、用心せよ。すべての王には暇があり、地上のアッターの暇はアッターの違法な、禁じられたものである。用心せよ。身体には肉片があり、それが良くなれば、改められれば、身体全体が良くなるが、それが損なわれれば身体全体が損なわれる。それが心である。サヒーフ、ブハーリー52、アブー、ジャムラの伝承。私はイブン、アッパスと一緒に座っていたが、彼は私を彼の席に座らせた。彼は私に、彼の財産の一部を私に与えるために彼と一緒にいるように頼んだ。それで私は彼と一緒に2ヶ月間過ごした。ある時彼は私に、アブドゥル、カイス族の代表団が預言者のもとに来た時、預言者、彼に神の祝福と平安あれは彼らに尋ねた。人々、つまりあなたたちは誰ですか？あるいは代表者は誰ですか？彼らは答えた。私たちはラビア族です。すると預言者、彼に神の祝福と平安あれは彼らに言った。ようこそ、人々よ、あるいはアブドゥル、カイス族の代表団よ。あなたたちは恥をかくことも後悔することもないでしょう。彼らは言いました。アッターの使徒よ、神が彼に祝福と平安を与えたまいますように。私たちは聖なる月以外にはあなたのもとに行けませんし、あなたと私たちの間には異教徒のムダル族が介入しています。ですからどうか私たちに何か善行、宗教的行為を行うようお命じください。そうすれば私たちは、故郷に残してきた人々に知らせることができ、彼らに行動を起こすことで、天国に入ることができるでしょう。それから彼らは飲み物について尋ねました。何が合法で何が違法か。預言者、彼に神の祝福と平安を与えたまいますようには彼らに4つのことを命じ、4つのことを禁じました。彼はアッターのみを信じるよう命じ、彼らに尋ねました。アッターのみを信じるとはどういうことか知っていますか？彼らは答えました。アッターとその使徒はもっとよくご存知です。そこで預言者はこう言った。それは次のことを意味します。1、アッター以外に崇拝されるべきものはなく、ムハンマドはアッターの使徒であるということを証言すること。彼に神の祝福と平安あれ。2、祈りを完璧に捧げること。3、ザカート、義務的な事前を支払うこと。4、ラマダン月の間に断食すること。5、フムスアッターのために捧げられる戦利品の5分の1を支払うこと。それから彼は彼らに4つのことを禁じた。ハンタム、ドゥッパ、ナキール、アン、ムザハトまたはムカイアル。これらはアルコール飲料を準備する鍋の名前である。預言者はワインの容器について言及し、ワインそのものを意味した。預言者はさらにこう言った。それらを暗記しなさい。これらの指示を残してきた人々に伝えなさい。ビン、ハッタブは次のように伝えている。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれはこう言った。行為の報いは意図次第であり、人はみんな、意図した通りの報いを受ける。だからアッターとその使徒のために移住した者は、アッターとその使徒のために移住したのだ。そして現世の利益のため、あるいは結婚相手として女性のために移住した者は、移住した目的のために移住したのだ。サヒーフ、ブハーリー54、マスウードは次のように伝えている。預言者、神の祈りと平安あれはこう言った。もし人が家族のために、アッターから報酬を得る意図で、アッターのために誠意を持ってお金を使うなら、それは彼にとって報酬としての施しである。サヒーフ、ブハーリー55。サード、ビン、ワッカスは次のように伝えている。アッターの使徒、神の祝福と平安あれはこう言った。アッターのために費やすものは、すべて報われるだろう。たとえそれが妻の口に入れた一口であっても。サヒーフ、ブハーリー56。預言者、神の祈りと平安あれの声明。宗教とは、アッター、その使徒、ムハンマド、神の祈りと平安あれイスラムの統治者、そしてすべてのイスラム教徒に対して、誠実で正直であることである。ジャリル、ビン、アブドゥラーは次のように伝えた。私はアッターの使徒、神の祈りと平安あれに、以下の理由で忠誠を誓った。1、完璧に祈りを捧げる。2、ザカート、義務的な事前を支払う。3、すべてのイスラム教徒に対して誠実で正直であること。サヒーフ、ブハーリー57。ジアド、ビン、
イラカが伝えた。私はジャリル、ビン、アブドゥラーが、アッターを称えるの言葉を聞きました。ムギラ、ビン、シュバが亡くなった日、ジャリルは、説教団に立ち上がり、アッターに感謝し、称え、こう言いました。アッターだけを恐れなさい。アッターには、他に崇拝すべきものなどありません。新しい首長があなたのところに来るまで、あなたは落ち着いて静かにしているべきです。彼はすぐにあなたのところに来るでしょう。あなたの亡くなった首長のためにアッターの許しを請いなさい。なぜなら、彼自身も他人を許すことを好んでいたからです。ジャリルはこう付け加えました。さあ、私は預言者のもとに行き、私はイスラム教のためにあなたに忠誠を誓います、と言いました。預言者、神の祈りと平安が彼にあらんことをは、私がすべてのイスラム教徒に対して誠実であるよう、私の誓いを条件としました。そのため、私は彼に誓いを立てました。このモスクの主にかけて、私はあなた方、イスラム教徒に対して誠実で真実です。それからジャリルはアッターの許しを請い、説教壇から降りていきました。サヒーフ、アルブハーリー58、アブー、フライラの伝承、預言者、彼に平安と祝福あれが集会で何かを話しているとき、ベドウィンがやってきて彼に尋ねました。審判の日、最後の審判はいつ起こるのですか？アッターの使徒、彼に平安と祝福あれは話を続け、ある人々はアッターの使徒、彼に平安と祝福あれはその質問を聞いたが、そのベドウィンの質問が気に入らなかったと言いました。彼らの中にはアッターの使徒、彼に平安と祝福あれはそれを聞いていないという人もいました。預言者、彼に平安と祝福あれが話を終えると、彼は言いました。審判の日、最後の審判について尋ねた質問者はどこにいますか？ベドウィンは言いました。アッターの使徒よ、私はここにいます。すると預言者、彼に平安と祝福あれは言いました。正直さが失われたら、審判の日、最後の審判を待ちなさい。ベドウィンは言った。どうしてそれが失われるというのか、預言者、彼に平安と祝福あれは言った。権力や権威が不適格な者の手に渡ったら、その時、最後の審判を待ちなさい。サヒーフ、アルブハーリー59、アブドゥッラー、ビン、アムルは次のように伝えています。かつて預言者、彼に平安と祝福あれは旅の途中で私たちの後ろに残っていました。私たちが遅れていた礼拝のために身を清めている時に彼は私たちのところにやってきました。私たちは濡れた手で足の上を滑らせただけで、きちんと洗っていませんでした。預言者、彼に平安と祝福あれは大きな声で私たちに話しかけ、3回こう言いました。かかとを火から守れ。サヒーフ、ブハーリー60、イブン、ウマルは次のように伝えた。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれは言った。木々の中に葉が落ちない木がある。それはイスラム教徒のようだ。その木の名前を教えてくれ。みんなが砂漠地帯の木について考え始めた。私はナツメヤシの木を思い浮かべたが、他の人に答えるのが恥ずかしかったので、アッターの使徒、彼に平安と祝福あれ、その木は何ですかと尋ねた。彼は答えた。ナツメヤシの木です。サヒーフ、ブハーリー61、アナス、ビン、マリクの伝承。私たちがモスクで預言者、彼に平安と祝福あれと一緒に座っていると、ラクダに乗った男がやってきました。彼はラクダをモスクでひざまずかせ、前足を縛って言いました。あなたたちのうちにムハンマドがいるのは誰ですか？その時、預言者、彼に平安と祝福あれは私たち、彼の仲間の間で彼の腕に寄りかかって座っていました。私たちは、この白人が彼の腕に寄りかかっています、と答えました。すると男は彼に、アブドゥル、ムッタリブの息子よと話しかけました。預言者は、私はあなたの質問に答えるためにここにいます、と言いました。男は預言者に、あなたに何か聞きたいことがありますが、質問は厳しいでしょう。だから怒らないでくださいと言いました。預言者、彼に平安と祝福あれは、何でも聞きたいことを聞いてくださいと言いました。その男は言った。あなたの主、そしてあなた以前の人々の主にかけて尋ねる。アッターはあなたを全人類への使徒として使わされたのか？預言者、アッターに平安と祝福あれは答えた。アッターにかけて、その通りだ。その男はさらに言った。アッターにかけて尋ねる。アッターはあなたに昼と夜、24時間に5回の礼拝を命じたのか？彼は答えた。アッターにかけて、その通りだ。その男はさらに言った。アッターにかけて尋ねる。アッターはあなたにこの月、ラマダンに断食をするように命じたのか？彼は答えた。アッターにかけて、その通りだ。その男はさらに言った。アッターにかけて尋ねる。アッターは、我々の富裕層からザカート、義務的な事前を徴収し、それを我々の貧困層に分配するようあなたに命じたのですか？預言者、彼に平安と祝福あれは答えた。アッターにかけて、その通りです。するとその男は言った。私はあなたが使わされたことをすべて信じています。私は我が民から使者として使わされました。私はバニ、サード、ビン、バクルの兄弟の一人、ディマーム、ビン、タラーバです。サヒーフ、アルブハーリー63。
アブドゥッター、ビン・アッバスは次のように伝えた。かつてアッターの使徒が、ある人物に手紙を渡し、バーレーン総督に届けるよう命じた。総督はそうし、バーレーン総督はそれをチョーロスに送り、チョーロスは手紙を読んで、それをバラバラに引き裂いた。副伝承者、イブン・シハブンは、イブン・アルムサイヤブが、アッターの使徒が、アッターが彼らに対して祈った。アッターが彼らをバラバラに引き裂き、彼らを完全にチリチリにしてくださいますようにと言ったと考えている。サヒーフ、アルブハーリー64。アナス、ビン、マリクは次のように伝えた。かつて預言者、彼に神の祝福と平安あれは手紙を書いたか、手紙を書こうと思った。預言者、彼に神の祝福と平安あれは封印されていない手紙は読まないと言われた。そこで預言者、彼に神の祝福と平安あれは、ムハンマド、アッターの使徒、彼に神の祝福と平安あれと刻まれた銀の指輪を作った。まるで預言者の手の中のその白い輝きをただ見ているかのようだった。サヒーフ、アル、ブハーリー65。アブ、ワキド、アル、ライシの伝承。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれが何人かの人々と共にモスクに座っていると、3人の男がやってきた。そのうち2人がアッターの使徒、彼に平安と祝福あれの前にやってきて、3人目は立ち去った。2人はアッターの使徒、彼に平安と祝福あれの前にしばらく立ち続けたが、そのうちの1人が輪の中に場所を見つけて座り、もう1人は集まりの後ろに座り、3人目は立ち去った。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれが説教を終えると、彼は言いました。この3人についてお話ししましょうか。彼らのうちの1人はアッターの元へ行き、アッターは彼をその恩寵と慈悲の中に迎え入れ、受け入れました。2人目はアッターを遠慮したので、アッターは慈悲の中に彼をかくまわれました。そして彼を罰しませんでした。一方、3人目はアッターから顔を背けて立ち去ったので、アッターは同様に彼からも顔を背けました。サヒーフ、アルブハーリー66。アブドゥル、ラーマン、ビン、アビ、バクラの父は次のように語りました。かつて預言者、彼に平安と祝福あれがラクダに乗っていて、ある男が手綱を握っていました。預言者、彼に平安と祝福あれは尋ねました。今日は何の日ですか？私たちは、彼がその日に別の名前をつけるかもしれないと思って黙っていました。彼は言いました。ナフル、犠牲の動物の屠殺の日ではないですか？私たちは答えました。彼はさらに尋ねました。今日は何月ですか？私たちは、彼が別の名前をつけるかもしれないと思って再び黙っていました。すると彼は言いました。今日はズル、ヒッチャの月ではないですか？私たちは答えました。彼は言った。本当に、あなた方の地位、財産、名誉は、あなた方のこの日、あなた方のこの月、あなた方のこの町の神聖さのように、お互い、つまりイスラム教徒にとって神聖なものである。出席者は不在者に知らせる義務がある。なぜなら、不在者の方が、ここにいる聴衆よりも、私が言ったことをよく理解するかもしれないからだ。サヒーフ、アルブハーリー67。イブン、マスウードは次のように伝えています。預言者、彼に平安と祝福あれは、説教の際に私たちが退屈しないように、適切な時間を選んで気を配ってくれました。彼は説教や知識で私たちを常に悩ませることはしませんでした。サヒーフ、アル、ブハーリー68。アナス、ビン、マリクは次のように伝えた。預言者、彼に平安と祝福あれはこう言った。宗教的な事柄に関して、人々に物事を容易にし、彼らを困らせてはならない。そして彼らに良い知らせを与え、彼らをイスラム教から逃げ出させてはならない。サヒーフ、アル、ブハーリー69。アブー、ウェイルの伝承。アブドゥッターは、週木曜日に人々に宗教的な話をしていました。ある時、ある男が言いました。ああ、アバ、アブドゥル、ラーマン、アッターにかけて、あなたが毎日説教してくれるといいのですが、彼は答えました。私がそうしない唯一の理由は、あなたを退屈させたくないからです。そして、預言者、彼に平安と祝福あれが私たちを退屈させないように、適切な時間を選んで説教することで、間違いなくあなたを気遣っています。サヒーフ、アル、ブハーリー70。ムアーウイヤの伝承。私はアッターの使徒、彼に平安と祝福あれがこういうのを聞いた。アッターが任に善を施そうとするなら、アッターはその人に宗教を理解させる。私はただの分配者だが、その恩恵はアッターから与えられる。そして覚えておいて、この民族心のイスラム教徒はアッターの教えを厳格に守り続け、アッターの命令、審判の日が確立されるまで、誰かが別の道を歩んでも害を受けることはないだろう。サヒーフ、アル、ブハーリー71。アブドゥッター、ビン、マスウードは次のように伝えている。預言者、彼に平安と祝福あれはこう言った。二つの場合を除いて、他の誰かのようになることを望まないように。一つはアッターが富を与え、それを正しく使う人。二つ目はアッターが知恵、聖クルアーンを与え、それに従って行動し、それを他の人に教える人。サヒーフ、アル、ブハーリー73。イブン、
アッバスは次のように伝えた。彼は、預言者モーゼの仲間について、フール、リン、カイス、リン、ヒスン、アル、ファザーリと意見が合わなかった。イブン、アッバスは、彼はアル、カディールだと言った。一方、ウバイ、リン、カーブが彼らのそばを通りかかったので、イブン、アッバスは彼を呼び、私の友人、フールと私は、モゼが会う道を尋ねたモゼの仲間について意見が合わなかった。預言者、彼に平安と祝福あれが彼について何か言うのを聞いたことがありますかと言った。彼は、はい、私はアッターの使徒、彼に平安と祝福あれがこう言うのを聞いたのです。モゼがイスラエル人と一緒に座っていると、一人の男がやってきて尋ねました。あなたよりも学識のある人を誰か知っていますか？モーゼは答えた。いいえ、そこでアッターはモゼに啓示を下された。そうだ、我らのしもべハディールはあなたよりも学識がある。モーゼは、アッターに彼ハディールに会う方法を尋ねた。そこでアッターは彼のために魚を引とし、魚がなくなったら、なくした場所へ戻れば彼ある。ハディールに会えると告げられた。そこでモーゼは、海で魚の印を探し続けた。モーゼの召使いの少年は彼に言った。覚えているか、我々が岩に近づいた時、私は魚のことを忘れてしまった。サタン以外に、私に忘れさせた者はいない。それに対してモーゼは言った。それが我々が探していたものだ。18.64 そこで彼らは足跡をたどって戻り、ハディールを見つけた。その後に彼らに何が起こったかは、アッターによって聖クルアーンに語られている。スーラ、アル、カフフ54から82章サヒーフ、アルブハーリー74。イブン、アッバースは次のように伝えている。かつて私は、スロバに乗ってやってきた。ちょうど思春期を迎えた頃だった。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれが皆で礼拝を捧げていた。彼の前には壁がなく、私は彼らが礼拝を捧げている列の前を通り過ぎた。そこで私はエスロバを離して草を組ませ、列に入ったが、誰もそれに反対しなかった。サヒーフ、アル、ブハーリー76。イブン、アッバスは次のように伝えている。かつて預言者が私を抱きしめて言った。アッターよ、彼に聖典、クルアーンの知識を与えたまえ。サヒーフ、アルブハーリー75。マフムード、リン、ラビアの伝承。私が5歳の少年だった時、預言者、彼に平安と祝福あれがバケツ、井戸から水を汲むのに使うから口で水を汲み、私の顔にかけてくださったことを覚えています。サヒーフ、アル、ブハーリー77。アブー、ムーサは次のように伝えています。預言者、彼に神の祝福と平安あれはこう言いました。アッターが私に授けてくださった導きと知識の例えは、大地に降り注ぐ豊かな雨のようなものです。その一部は肥沃な土で、雨水を吸収し、植物や草を豊かに生やしました。そして、その一部は固く、雨水を蓄え、アッターはそれを人々に恩恵を与え、人々はそれを飲料水として、家畜に飲ませ、耕作のための土地の灌漑に利用しました。そして、その一部は不毛で、水を蓄えることも植物を育てることもできませんでした。その土地は恩恵をもたらしませんでした。最初の例は、アッターの宗教を理解し、アッターが私、預言者たちを通して掲示した知識から恩恵を受ける人の例です。そして学び、そして他の人に教えます。最後の例は、それを気にかけず、私を通して掲示されたアッターの導きを受け入れない人の例です。彼は不毛の地のようなものです。土地、サヒーフ、アル、ブハーリー79。アナスは次のように伝えた。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれはこう言った。最後の時の前兆の中には、次のものがある。-1、宗教的知識が、宗教的知識のある人々の死によって奪われる。-2、宗教的無知が蔓延する。-3、アルコール飲料の摂取が非常に一般的になる。-4、公然と違法な成功が蔓延する。サヒーフ、アルブハーリー80。アナスが伝えた。私はあなた方にハディースを語り、その後であなた方に語る。私はアッターの使徒、彼に平安と祝福あれがこういうのを聞いた。最後の審判の前兆の中には、次のものがある小括弧終わりコロン。-1、宗教的知識が減少する。宗教的知識のある人々の死によって。-2、宗教的無知が蔓延する。-3、公然と違法な性行為が蔓延する。-4、女性の数は増加し、男性の数は減少し、50人の女性が1人の男性によって世話されるようになる。サヒーフ、アルブハーリー81。イブン、ウマルは次のように伝えた。アッターの使徒、彼に神の祝福と平安あれは言った。私が眠っている間に、ミルクがいっぱい入ったカップが私のところに運ばれてきたのを見た。私は満腹になるまで飲み、ミルクの湿り気が爪から出ているのに気づいた。そして残りのミルクをウマル、イブン、アルハッタブに与えた。預言者、彼に神の祝福と平安あれの仲間たちは尋ねた。この夢について何を解釈したのか。アッターの使徒よ、彼に神の祝福と平安あれ、彼は答えた。それは宗教的な知識だ。サヒーフ、アルブハーリー82。アブドゥッラー、
ビン、アムル、リン、アル、アースは次のように伝えている。アッターの使徒、彼に神の祝福と平安あれは、人々のために最後のハッジを行った際、皆ジマールの近くでしばらくに立ち寄り、人々が彼に質問していた。ある男がやってきて、ハディ、犠牲の動物を渡る前に頭を剃るのを忘れた、と言った。預言者、彼に神の祝福と平安あれは、害はない。今すぐ取りに行けと言った。すると別の人がやってきて、ジャムラでラミ、小石を投げるをする前に、ラクダを取り忘れた、と言った。預言者、彼に神の祝福と平安あれは、今すぐラミを行えば害はない、と言った。伝承者はこう付け加えた。その日、預言者、彼に神の祝福と平安あれが、ハッジの儀式に関して、予定時刻の前カートに行われたことについて尋ねられたとき、彼の答えはこうだった。今、それを行えば、何の害もありません。サヒーフ、アルブハーリー83。イブン、アッバースは次のように伝えている。ある人が預言者に、最後のハッジの時、こう言った。私はラミを行う前に屠殺をしました。預言者、彼に平安と祝福あれは手で手招きしてこう言った。それは何ら害はありません。それから別の人が言った。私は犠牲を捧げる前に頭を剃りました。預言者、彼に平安と祝福あれは手で手招きしてこう言った。それは何ら害はありません。サヒーフ、アル、ブハーリー84。アブー、フライラは次のように伝えている。預言者、彼に平安と祝福あれはこう言った。宗教的知識は、宗教学者の死によって奪われ、宗教における無知と苦難が現れ、主が増加するだろう。アッターの使徒よ、彼に平安と祝福あれ、主とは何ですかと尋ねられた。彼は、殺害を示す手で手招きして答えた。サヒーフ、アル、ブハーリー85。アスマの伝承。アイシャが祈りを捧げているところに私はやってきて、人々に何が起こったのですかと言いました。彼女は空を指さしました。私はモスクの方を見ました。そして人々が祈りを捧げているのを見ました。アイシャは、アッターの祝福をと言いました。私は彼女に、何か兆候がありますかと言いました。彼女は、はいという意味でうなずきました。私も、日食の祈りのために、ほぼ、意識を失うまで立ち続け、その口頭に水を注ぎました。礼拝後、預言者、彼に平安と祝福あれはアッターを称え、賛美し、こう言った。今この場所で私は、天国と地獄を含め、これまで見たことのないものを見ました。あなた方は墓の中で試練を受けるであろうことは疑いなく私に掲示されており、これらの試練はマシフ、アド、ダッチャルの試練のよう、もしくはそれに近いものとなるでしょう。副ナレーターはアスマがどちらの表現を使ったか確信が持てません。あなた方はこう尋ねられるでしょう。この人、預言者、ムハンマドについて何を知っていますかすると、忠実な信者、またはアスマが同様の言葉を言ったはこう答えるでしょう。彼はアッターの使徒ムハンマドです。彼に平安と祝福あれ。彼は明白な証拠と導きをもって私たちのもとにやってきたので、私たちは彼の教えを受け入れ、彼に従いました。そして彼こそがムハンマドなのです。そして彼はそれを見たび繰り返す。すると天使たちは彼に言う。安らかに眠れ。我々はあなたが忠実な信者であったことを知った。一方、偽善者や疑い深い人はこう答える。私は知らないが、人々が何か言っているのを聞いたので、それを言ったのだ。道場、サヒーフ、アルブハーリー86。アブドゥッラー、ビン、アビ、ムライカは次のように伝えている。ウクバ、ビン、アルハリスは、アビ、イハブ、ビン、アジズの娘と結婚した。その後、ある女性が彼の元に来て、私はウクバと彼が結婚した女性、妻を父で育てました、と言った。ウクバは彼女に言った。あなたが私を父で育てたとは知りませんでしたし、あなたも私に教えてくれませんでした。その後、彼はメディナでアッターの使徒、彼に平安と祝福あれに会いに行き、そのことについて尋ねた。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれは言った。彼女があなたの養米であると言われているのに、どうして彼女を妻として引き止めることができるのですか。そこでウクバは彼女と離婚し、彼女は別の男性と結婚した。サヒーフ、アルブハーリー88。ウマルは次のように語りました。バニ、ウマイヤ、ビン、ザイド出身の私の隣人アンサリは、かつてはアワリ、ある、メディナに住んでいて、預言者、彼に平安と祝福あれを交代で尋ねていました。ある日は彼が行き、別の日は私が行きました。私が行くときは、その日の神の啓示やその他のニュースを持って行きました。彼が行くときは、私のためにも同じことをしてくれました。かつて、私の友人アンサリが、預言者から戻ったとき、私のドアを激しくノックし、私がそこにいるかどうか尋ねました。私は恐ろしくなり、彼のところへ出ました。彼は言いました。今日、
素晴らしいことが起こりました。それから私はハフサのところへ行き、彼女が泣いているのを見ました。私は彼女に尋ねました。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれはあなたたち全員と離婚したのですか？彼女は答えました。私は知りません。それから私は預言者、彼に平安と祝福あれの前に入り、立ったまま言いました。あなたたちは妻たちと離婚したのですか？預言者、彼に平安と祝福あれは否定的に問えました。それに対して私は言いました。アッターは偉大なり。サヒーフ、ある、ブハーリー89、アブ、マスード、ある、アンサリの伝承。ある男がアッターの使徒にこう言った。アッターの使徒よ、彼に平安と祝福あれ。私は、集団で行う義務的な礼拝に参加できません。なぜなら、誰それイマームが礼拝を先導するときに、礼拝を長引かせるからです。伝承者はこう付け加えた。私は、あの日ほど預言者、彼に平安と祝福あれがアドバイスを与えることに激怒しているのを見たことはありません。預言者はこう言った。人々よ、あなた方の中には、善行、礼拝を嫌う者がいる。だから、人々を先導する者は、礼拝を短くすべきだ。なぜなら、彼らの中には、病人、弱者、困窮者、何らかの仕事をしている者がいるからだ。サヒーフ、ある、ブハーリー90、ザイド、ビン、ハリド、ある、ジュハニの伝承。ある男が預言者に、ルカタ落ちた失われたものの回収について尋ねた。預言者は、その結び方と入れ物を認識し、覚えておき、1年間、それについて公に発表し、それからそれを使用し、持ち主が来たらそれを渡せと答えた。それからその男は失われたラクダについて尋ねた。それに対して預言者は怒り、頬か顔が赤くなり、そのラクダには水入れと足があり、水に届き、持ち主が見つけるまでこの葉を食べるので、あなたはそのことには関心がないと言った。それからその男は失われた羊について尋ねた。預言者は、それはあなたのためか、あなたの兄弟、他の人のためか、狼のためかのいずれかです、と答えた。サヒーフ、アルブハーリー91、アブー、ムーサは次のように伝えた。預言者、彼に平安と祝福あれは、気に入らないことについて質問されたが、質問者がしつこく尋ねたので、預言者は怒り出した。そして、人々に、何でも好きなことを聞いてくださいと言った。ある男が、私の父は誰ですかと尋ねた。預言者、彼に平安と祝福あれは、あなたの父はフダファですと答えた。すると、別の男が立ち上がって、アッターの使徒、彼に平安と祝福あれよ。私の父は誰ですかと尋ねた。彼は、あなたの父はシャイバの解放奴隷であるサリムです、と答えた。そこでウマルは預言者、彼に平安と祝福あれの顔にその、怒りの表情を見て、アッターの使徒、彼に平安と祝福あれよ。私たちはアッターに悔い改めます。あなたを怒らせたことをと言った。サヒーフ、ある、ブハーリー92。アナスが伝えた。預言者、彼に平安と祝福あれが入室の許可を求めるたびに、彼は挨拶とともにドアを3回ノックし、文を話すたびに、何かを言うたびに、それを3回繰り返した。サヒーフ、アルブハーリー94、アブ、ブルダの父は次のように伝えた。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれはこう言った。3人は2倍の報酬を得るだろう。1、経典の民のうち、預言者、イエスまたはモーゼを信じ、その後預言者、彼に平安と祝福あれムハンマド、すなわちイスラム教を受け入れたを信じた者。2、アッターと主人に対する義務を果たした奴隷。3、女奴隷の主人で、彼女に礼儀を教え、可能な限り最善の方法、宗教で教育し、解放して結婚する者。サヒーフ、ある、ブハーリー97。イブン、アッバースは次のように伝えている。かつてアッターの使徒、彼に平安と祝福あれが、ビラルが同行している時に現れた。彼は女性たちが彼の説教を聞いていないと思い、女性たちのところへ行った。そこで彼は女性たちに説教し、施しをするように命じた。それを聞いて、女性たちは施しを始めた。ある者はイヤリングを、ある者は指輪を寄付し、ビラルは衣服の隅にそれらを集めていた。サヒーフ、ある、ブハーリー98、アブー、フライラの伝承。私は言いました。アッターの使徒よ。彼に平安と祝福あれ。復活の日にあなたの取りなしを受ける最も幸運な人は誰でしょうか。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれは言いました。アブー、フライラよ。私は、あなたがハディースの学習を切望していることを知っているので、あなたより先に私に尋ねる人はいないだろうと思っていました。復活の日に私の取りなしを受ける最も幸運な人は、心の底から誠実に、アッター以外に崇拝される資格はない、と言った人です。サヒーフ、ある、ブハーリー99、アブドゥッラー、ビン、アムル、ビン、ある、アスは次のように伝えた。私はアッターの使徒、彼に平安と祝福あれがこういうのを聞いた。
アッターは知識を人々から奪うことによって知識を奪うのではなく、宗教的知識のある人々の死によって知識を奪うのです。そして、宗教的知識のある人々が誰もいなくなると、人々は無知な人々を指導者として迎え入れ、相談しても知識のない判決を下すでしょう。そうして彼らは道を踏み外し、人々を迷わせるのです。サヒーフ、アル、ブハーリー100、アブ、サイード、アル、フドリーは次のように伝えている。何人かの女性は、男性たちが彼の時間を奪っているので、預言者、彼に平安と祝福あれに自分たちのために一日を決めてほしいと頼んだ。それに対して彼は、宗教のレッスンと戒律のための一日を約束した。ある時、そのようなレッスン中に預言者はこう言った。3人の子供を亡くした女性は、その子供たちによって地獄の火から守られるだろう。それに対して、ある女性が、2人だけ死んだらどうですかと尋ねると、彼はこう答えた。2人でも、地獄の火から彼女を守ってくれるだろう。サヒーフ、アル、ブハーリー101、イブン、アブ、ムライカは次のように伝えている。アイシャ、預言者の妻は、理解できないことを聞くと、完全に理解するまで何度も尋ねた。アイシャは言った。かつて預言者、彼に平安と祝福あれはこう言った。復活の日に自分の行いについて、責任を問われる者は、必ず罰せられるだろう。私は言った。アッターはこう言っておられるではないか。彼は必ず安らかな報いを受けるだろう。スーラ、アル、インシカーク、第8節、預言者、彼に平安と祝福あれはこう答えた。これは単に記録の提示を意味するだけであり、自分の記録について議論される者は、必ず破滅するだろう。サヒーフ、アル、ブハーリー103、サイードの伝承、アブ、シュライはこう言った。アムル、ビン、サイードが軍隊をメッカに送っていたとき、アブドゥッラー、ビン、アズ、ズバイルと戦うため、私は彼にこう言った。おお、首長よ。メッカ征服の翌日に預言者、彼に平安と祝福あれが何を言ったかをお話ししましょう。私は耳で聞き、心で理解し、彼が言ったのを自分の目で見たのです。彼はアッターを称え、賛美し、そしてこう言った。メッカを聖域にしたのはアッターであって、人々ではない。だからアッターと終末の日を信じる者、つまりイスラム教徒は、メッカで血を流したり、木を切ったりしてはならない。もし誰かが、アッターの死と、彼に平安と祝福あれが、メッカで戦ったのだから、メッカで戦うことは許されていると主張するなら、アッターは使徒に許可を与えたが、あなたには与えなかったと言いなさい。預言者、彼に平安と祝福あれはこう付け加えた。アッターはあの日、征服の数時間だけ私に許可を与えたが、今日、今、その神聖さは以前と同じである。だから、そこにいる者は、この情報を不在の者に伝える義務がある。アブ、シュライは尋ねられた。アムルは何と答えたか、彼は言った。アムルはこう言った。アブ、シュライよ。私は、この点に関して、あなたよりもよく知っている。メッカは、アッターに従わない者や、殺人や窃盗を犯して逃げる者、そしてメッカに避難する者を保護しない。サヒーフ、アル、ブハーリー104。アリは次のように伝えた。預言者、彼に平安と祝福あれはこう言った。私に対して嘘をついてはならない。私に対して、恋に嘘をつく者は、必ず地獄の豪華に入るからである。サヒーフ、アル、ブハーリー106。アブドゥッラー、ビン、アズ、ズバイルは次のように伝えている。私は父にこう言った。私はアッターの使徒について、誰それから聞いたようなハディースをあなたから聞いたことがない。アズ、ズバイルは答えた。私はいつも彼、預言者、平安と祝福あれと一緒にいたが、彼がこういうのを聞いた。恋に私に対して嘘をつく者は、必ず、地獄の座につくのだ。サヒーフ、アル、ブハーリー107。アナス伝承。私があなた方に多くのハディースを語るのをやめている事実は、預言者、彼に平安と祝福あれがこう言ったからです。恋に私に嘘をつく者は、必ず地獄の火に座らされる。サヒーフ、アル、ブハーリー108。サラマ伝承。私は預言者、彼に平安と祝福あれがこういうのを聞いた。私が言わなかったことを恋に私に帰する者は、必ず地獄の火に座らされる。サヒーフ、アル、ブハーリー109。アブー、フライラの伝承。預言者、彼に平安と祝福あれ、箱を言いました。私の名前を名乗れ、私の名前を使う。しかし私の国は名、つまりアブル、カシムを名乗ってはならない。そして、夢の中で私を見た者は、間違いなく私を見たのだ。なぜなら、サタンは私のふりをすることはできないからだ。そして、私に対して、恋に嘘をつく者は、必ず地獄の火の席に座らせよ。サヒーフ、アル、ブハーリー110。アシュ、シュビーの伝承。アブー、ジュハイファは言った。私はアリに尋ねた。あなたはクルアーン以外に預言者に掲示された書物を持っていますか？アリは答えた。いいえ、アッターの書物、または、アッターがムスリムに授けた理解力、
または、私にある、この紙に書かれていること以外は、アブー、ジュハイファは言った。私は尋ねた。この紙に書かれていることは何か、アリは答えた。それは、殺人者が被害者の親族に支払うディアチの代償、捕虜を敵の手から解放するための身代金、そして不信心者を殺害したイスラム教徒は、キサス罰の平等で殺されてはならないという法律について扱っている。サヒーフ、アル、ブハーリー111、アブー、フライラの伝承、メッカ征服の年に、フザー族は、殺害された同族の人間への復讐として、バニ、ライス族の男を殺害しました。彼らはそのことを預言者、神の祝福と平安がありますように報告しました。そこで彼はラヒラ、乗馬用のメスラクダに乗り、人々にこう言った。アッターはメッカでの殺戮を控えさせた。副語り手は、預言者、彼に神の祝福と平安あれが、増か殺戮か、と言ったかどうか疑問に思っている。これらの言葉を表すアラビア語の単語の形が非常に似ているためだ。しかしアッターは、使徒と信者たちにメッカの異教徒を制圧させた。用心せよ。メッカは聖域だ。本当に。メッカでの戦闘は、私以前の誰にも許されなかったし、私以後の誰にも許されない。その日、数時間ほど、私にとってはそこでの戦争が合法となった。間違いなく、今この瞬間、聖域である。その所有者を探す人を公に発表する。以外は、そのトゲのある灌木を根こそぎにしたり、木を根こそぎにしたり、ルカッと倒れたものを拾ったりすることは許されない。そしてもし誰かが殺された場合、その最も近い親族は、血の代償、ディアか、殺人者を殺す報復かのどちらかを選択する権利がある。その間に、イエメンから来た男がやってきて、アッターの使徒よ、彼に神の祝福と平安あれ。私のためにそれを書いてくださいと言った。預言者、彼に神の祝福と平安あれは、仲間にそれを書くように命じた。すると、クライ種族の男が言った。アッターの使徒よ、彼に神の祝福と平安あれよ。ある、イズヒル、良い香りのする草の一種は別です。私たちはそれを家や墓で使っています。預言者、彼に神の祝福と平安あれは言った。ある、イズヒル、つまりある、イズヒルは積んでも構いません。サヒーフ、ある、ブハーリー112、アブー、フライラは次のように伝えた。預言者、神の祝福と平安あれの仲間の中で、私よりも多くのハディースを語った者はいない。ただ、ハディースを書いていたアブドゥッラー、ビン、アムルビン、ある、明日だけである。私は同じことをしたことはない。サヒーフ、ある、ブハーリー113、ウバイドゥッラー、ビン、アブドゥッラーは次のように伝えている。イブン、アッパスはこう言った。預言者、彼に平安と祝福あれの病状が悪化したとき、彼はこう言った。私のために、筆記用具を持ってきなさい。そうすれば、あなた方は迷うことがなくなるという声明を書いてあげます。しかしウマルはこう言った。預言者は10秒です。私たちはアッターの書物を持っています。それで十分です。しかし預言者、彼に平安と祝福あれの仲間たちはこれについて意見が異なり、大騒ぎになった。それに対して預言者、彼に平安と祝福あれは彼らにこう言った。立ち去れ、そして私を放っておいてくれ。私の前で口論するのは良くないリブン。アッパスはこう言って出てきました。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれが彼らの反対と騒ぎのために彼らのためにその声明をかけなかったことは、非常に残念なこと、大惨事でした。このハディースから、イブン、アッパスがこの出来事を目撃し、この声明を言いに出てきたことは明らかです。真実はそうではありません。なぜなら、イブン、アッパスはハディースを語る際にこの声明を言っていたのであって、個人的にこの出来事を目撃したわけではないからです。サヒーフ、ある、ブハーリー114。